こんにちは、高弘です。今日は光の使い方。この写真を撮るときに何を考えてどう撮っているか、実践的なテクニックを紹介していきます。ビルが並ぶ都市部を歩いていると、時間帯によってこういう断片的な光を見つけることができます。まず、こういう光が道路に落ちていたら、それはチャンスってことです。必ず立ち止まります。次にやることは、どの角度で撮るかってことを考えます。そこで重要なのが背景です。例えば、初心者がやりがちなのが、この光に正対して逆光で撮ろうとすること。はい、試しに撮ってみました。レンズは 13.5mm の超広角レンズを使っています。この写真は太陽が正面、つまり12時の方向にあります。通行人の影は6時の方向に伸びています。この角度の問題点は人物と背景がうまく分離できていない点です。足は OK、頭も OK。でも上半身の部分が背景と一体となっていてきちんと分離できていません。露出を上げてやると少しマシになりますが、これはこれで背景がだいぶうるさくなります。ということで、このケースでは逆光はあまりよろしくないということがわかります。次はサイド光を試してみます。サイド光はよく使うやり方ですが、今回のケースでは構図が良くないです。まず右サイドの空が広くなりすぎですし、背景に街路樹が入ってくるのも気になります。通行人と背景の分離はもっとうまく条件を整えてやればもう少し良くなりそうです。ただそもそも構図に無駄な部分がありすぎるので今回は適切とは言えないです。逆光がダメ、サイド光もダメとなって3つ目の選択肢がこの角度。この写真は太陽の向きがだいたい10時、通行人の影が4時の方向に伸びています。この角度では背景はビルの壁になります。その壁は比較的すっきりしています。壁には光が当たっておらず均一な影になっています。背景としてはまずまずです。この人物は頭が黒髪、服装も黒いスーツなのでちょっとわかりづらいですが、よく見ると頭の側面に光が当たっており、肩から腕の部分にも光が当たっています。これがもっと明るい色であればもっと光が強くなり、背景と分離されてインパクトも強くなるはずです。同じ角度。この写真では手前に自転車。白い帽子をかぶっているのでそこに当たる光がしっかり目立っています。やろうとしていることをもう一回整理しておくと、背景が影、人物には光、この明暗さで背景と人を分離するということです。この場所で別日にもっと良い条件で撮ったのが最初に見せたこの写真です。白っぽい服に白髪と条件が揃うと一気にインパクトが上がりました。人物をアップして詳細に見ていきましょう。まず頭はさっき言ったように白髪になっているのでそこに光が入っています。対して顔の正面には光が当たっていません。斜め後方からの光なので当然こうなります。ここをまずはしっかり理解してください。斜め左後方から光が当たれば顔は左側の輪郭だけ光ります。ちょうど三日月のような状態です。次は左サイドの肩から腕、ここにも光が当たっています。こっち側の肩にも光、これは人物の後ろ、後頭部から背中を通った光がこっち側の肩にも当たっています。そして伸びた腕の部分にも光、とこんな感じで人の輪郭の部分にちょうど光が入り、背景との明暗さを作り出すことができています。こういう光をリムライトと呼んだりします。まるでポートレートや物撮りのライティングのようにストリートフォトにおいても光を計算づくで使っているということです。
この写真をもう一度見直してみましょう。先ほど背景は影になっていると言いましたが、よく見ると左上のこの辺は周りより少し明るくなっています。こういう明るい部分も重要です。画面の中に光が点在していることで視線がここからこっちへと動き、そしてまたここへ戻ってくるという誘導になっています。例えばこんな感じで全部真っ黒になってしまうと、もう人物だけって感じになりますね。背景に弱い光を入れることで立ち並ぶビルの立体感、奥行き感も出ました。もう一つ細かいところを言っておくと、この右奥のビルの側面も微妙に明るさが違います。まとめです。今回の動画では10時の方向から光を当てるやり方を紹介しました。ビル群での断片的な光を使う。そして角度は光と背景によって決まるということです。10時の方角の光、そしてシンプルな背景です。通行人の頭に光を入れることで背景と分離することが可能になります。そして最後、背景は全部影ではなくて人物と被らない部分に弱い光を配置するということをやりました。この方法はサイド光の使い方ともかなり似ています。サイド光の使い方は以前に動画で紹介していますので、そちらを参考にしてください。サイド光や十字の光を使った撮り方は、普通のシルエットの撮り方とは全然違うということに気づいた人も多いはずです。シルエットは背景がメイ、人が全部暗です。一方、今回のやり方は背景が暗。人の輪郭がメイです。人の顔や胴体部分は基本影、シルエットになっているので、普通のシルエットショットと区別ついていない人がいます。でも撮り方、光の使い方は全然違うので、その点は注意してください。シルエットショットをうまく撮れる人は多いですが、今回のようにリムライトで輪郭を浮かび上がらせて撮る人はまだまだ少ないです。ぜひマスターしてみてください。それではまた。